ゼロ線32型。現地明細仕様、エアブラシなし、筆塗りなし、成型色の上にマーカーで直接明細を書き込みました。お手軽塗装のはずが最後の最後で迷走。塗装を全リセットして完成までたどり着きました。ぜひ最後まで見届けてください。カブロザです。今回作るのはファインモールド72分の1零式環状戦闘機32型。ファインモールドの72分の1ゼロ戦シリーズは飛行機プラモでは珍しく成型色である程度色分けされたキット。以前作った52型も無塗装にデカール、墨入れ、トップコートだけでかなり雰囲気が出ました。ただ、成型色仕上げには弱点が2つあります。1つ目は表面処理。全塗装ならゲート跡や合わせ目、ヤスリの傷なんかはサーフェイサーと塗装で隠せますが、成型色仕上げではごまかしが効きません。丁寧な作業が必要です。2つ目はキャノピー。飛行機模型の顔なのにフレームが透明のままだとどうしても絞れません。ガンプラの目のシールを貼ってないような状態。じゃあキャノピーだけ塗ればいいかというと、成型色とぴったり同じ塗料を用意するには朝食が必要。手軽に作りたいのにかえって面倒事が増えます。つまり成型色仕上げって一見簡単そうでクオリティを求めると表面処理と色合わせでむしろ大変。ですが今回はこの2つの弱点に解決策を用意しました。1つ目の問題、表面処理の解決策を探していきましょう。今回試すのはこちら。電動ヤスリ、ポゾのネオサンダー。案件として商品を提供してもらいました。そもそもヤスリがけってプラモ製作で一番面倒で時間がかかるパート。時短製作最大の敵。実は私以前は電動ヤスリを使ってたんですけどやめちゃったんですよね。理由は2つ。電源コードが邪魔。そしてヤスリの番手を変えるためのヘッドの付け替えが面倒。結局普段はヤスリがけを避けてマジスクのカンナがけで済ませるようになりました。ただカンナがけって削った面が平面になるんですよね。だから本当は飛行機みたいな流線形には結構不向き。ネオサンダーが使えるツールなら救世主になります。豪華版セット販売予定価格45,980円。電動ヤスリとしてはかなり高級なお値段。ただ内容を見ると納得のボリューム。本体はかなりコンパクト。重さ 89g。そして何より無線。有線だともうこの辺全部コードが這い回ってデッドスペースになりますからね。充電はタイプ C なのが最高。ケーブルなんで全部タイプ C でいいんだから。万が一バッテリーが切れた時は有線で使います。そして8種類の形状のヤスリヘッドが番手に合わせて8色ずつ。迫力ありますね。専用の紙ヤスリも付属。ヘッド交換は挿してひねるだけ。交換の所要時間はメーカー曰く3秒。実際に計測してみましょう。2.5 秒。これなら番手交換の心理的ストレスがかなり減りますね。硬くて抜けない時用の補助ツールもついてます。充電ドックはパーツ置きや付属の紙ヤスリの収納スペースにもなります。ヤスリヘッドの収納ラックも接続可能。システムとして考え抜かれてますね。オプションもチェックしましょう。スポンジヤスリも入ったサンドペーパー全色セット15,980円。ただこのスポンジヤスリはちょっと癖あり。詳しくは検証で。さて、道具は揃いました。本当に時短になるのか検証しましょう。キットの成型色に近いグレーのプラ板でテスト。ルールは簡単。プラ板に毛書き針で傷を入れて、ヤスリがけで傷が消えるまでの時間で切削力を評価。まず基準になる手作業でのヤスリがけ。鉄板の紙ヤス400番。所要時間5分。結構深い傷ですね。紙ヤスをネオサンダーに貼って同じことをすると何分になるでしょうか。スイッチオン。無線でもかなりのパワー。ものすごい勢いで削りカスが舞うので防塵マスクは必須。かなり熱も出るので水研ぎがいいでしょうね。だいたい1分くらい。手作業の約5倍の速度。かなりの時短です。他の番手もやってみると600番で2分、800番で3分。本来800番は傷を整える番手で形状変更には使わないですが、電動なら800番でも形を変えられるパワーがあります。これなら番手を変えずに600番とか800番1本で戦えるかも。公式のスポンジヤスリも試してみます。400番から。なんと4分かかりました。紙ヤス400番の4倍の時間。触って比べてみるとどうもネオサンダーの400番は紙ヤスの800番くらいの粗さ。どうもどの番手も粗さが2段くらいずれてます。使うときは注意が必要ですね。最後にもう1点。何番の傷まで艶消しトップコートで消えるのか確認。ミスタースーパークリアスプレー艶消しでトップコート。結果400番の傷も消えました。スプレーが優秀でしたね。念のため実際のランナーでも確認しましたが、600番の傷はしっかり消えました。検証を踏まえてヤスリは電動プラス600番1本でいきます。電動なら600番だけでゲート処理も合わせ目も素早く消せて艶消しトップコートで傷も確実に消える。
400番はかえって削りすぎが怖いです。ここからは実際に組み立てながら検証していきましょう。32型は緑炭を切り詰めた角型の主翼が特徴。アメリカ軍には新型機と誤認されたほど、ゼロ戦の中でも異質なシルエット。パーツカットは普通通り2度切り。ゲートが多めに残ったところは適宜マジスクでトリミング。まずはネオサンダーの紙ヤスリを試してみます。カット済みで剥がしてヘッドに貼るだけ。お手軽ですが、ヤスリヘッドがパーツにダイレクトに当たるので衝撃が強いですね。ネオサンダー公式のスポンジヤスリも試してみます。スポンジが衝撃を吸収してくれるので、紙ヤスリよりだいぶ扱いやすくなります。1分間に13000往復で、スライダーで速度は一定のまま、振れ幅を 0.6mm から 1.8mm に調節可能。安定したパワーが売りですが、正直プラモ用途だと最弱設定でもパワーが強すぎる印象。プラモのためだけに設計された工具ではないので仕方ない部分ですが、基本は最弱で十分だと思いました。振動は最小限に抑える設計だそうですが、それでも体感では結構あります。振動工具の長時間連続使用は健康に良くないとされているので、休憩は挟みながら使いましょう。ただスポンジヤスリも難あり。番手の感覚が違うのは分かっていましたが、紙ヤスと比べると摩耗が早くて接着力が安定しない印象です。結局使い慣れた紙ヤス600番に落ち着きました。ヤスリヘッドですが、最初は効率がいいかなと一番大きいのを使ってましたが、特に小さいパーツだと左手に持っているパーツが飛ばされそうになります。代わりに一番細いヤスリヘッドを使ってみるとこれがいい感じ。削る面が狭い分振動も小さくてコントロールしやすいです。よくある左右の動きではなく直線運動なので、プロペラの間みたいな隙間にもヘッドを入れることができます。小さくて持ち手から先端までが短いので精密に操作できます。削りすぎないようにパーツに沿って優しくヤスリを当てます。タッパーに水を入れてメラミンスポンジを沈めます。すごい勢いで削ってヤスリの目がすぐに詰まるので、メラミンスポンジでヤスリカスを落としてヤスリを復活。濡らしてるのでそのまま水研ぎにもなります。この小さいヘッドならほとんどの場所は処理できました。どうしても電動ヤスリが当てにくい小さいパーツだけはマジスクで処理して、かなりゲート処理は時短できました。そういえばネオサンダーにはこんなオプションもついてました。精密総ブレードセット5080円。前後運動なのでノコギリにもなるとか。今回は出番なしですが、試しにランナーを切ってみるとこんな感じ。ちょっとしたプロの加工をしたい時に使えるかもしれませんね。2つ目の問題、キャノピーの塗装を解決していきましょう。解決策になるのが32型の現地迷彩仕様です。このキットのメインの成型色は明快白色という明るいグレー。32型にはこの明快白色の機体に現地で暗緑色を塗り重ねた現地迷彩仕様が存在します。成型色をそのまま機体色として活かして、上面に暗緑色を書き込むだけで迷彩塗装が完成。キャノピーも成型色に無理やり合わせず暗緑色で塗ってしまえば調色不要。調色がいらないなら調色できないマーカーでも OK。ここで使うのが AK リアルカラーマーカーの青緑色。ゼロ線の暗緑色を再現できるカラーです。最近のマーカー、特に AK リアルカラーマーカーとディスプレイ水性アクリルマーカーは超優秀。筆状の柔らかいペン先はめちゃくちゃ塗りやすくてムラになりにくいし、隠蔽力も乾燥の速さも水性とは思えないクオリティ。下手な筆塗りより綺麗に塗れます。マーカーでいいやどころかマーカーがいいのレベル。水性塗料なのでプラスチックへの食いつきは強くありません。引っかくと塗膜は割と簡単に削れますが、その分はみ出した部分も爪楊枝で簡単に修正できます。めんどくさいフレームの塗装がフリーハンドで攻略できました。飛行機模型の定番通りまずはコックピットから組み立てます。コックピット色は成型色で再現されているので、部分塗装だけ AK マーカーでさっと済ませます。ただし機体の内壁は明快白色のまま、ここは AK マーカーの三菱機体内部色で塗装します。成型色と結構色が違いますが、気にしないことで解決。実際組んでしまうとほとんど目立ちません。かなり細かいパーツが多くて組み立て難易度は高め。接着にはアロンアルファ光を使います。パーツを仮固定できるくらいの粘り気があって便利。専用のライトを当てるまで固まらないのでじっくり位置決めできます。ライトを当てると10秒程度でカッチカチに硬化。プラモの組み立て難易度をぐっと下げてくれます。ケーキ板のデカールも貼りましょう。マーカー塗装とデカールは実は相性が悪いんですが、ここでは成型色のプラに直接デカールを貼るので問題なし。本格的に塗装する段階でその問題は解決していきましょう。仕上げにタミヤ墨入れ塗料のダークブラウンで軽くウェザリング。これだけでもかなりリアル感が出ますね。
コックピットを左右分割の胴体パーツで挟みます。ここで飛行機模型の大きな難所、合わせ目消し。流し込み接着剤で合わせ目部分のプラを溶かして隙間を埋めていきます。全塗装するなら多少の隙間は瞬着で埋めればいいですが、成型色仕上げだと瞬着は色が合わせられないので使いません。つまり接着は一発勝負。プラを溶かす力が強いミスターセメント SP を隙間にたっぷり流し込み、プラが溶けてくるまで1分待機。これを押さえつけた時に溶けたプラが隙間なくむにゅっと出てきたら成功。それでは行きましょう。むにゅ。成功ですね。機体の仮面、主翼、増装も同じように圧着していきます。乾燥をたっぷり24時間以上待ってから整えます。まず溶け出したプラをデザインナイフで大まかにカット。そしてネオサンダーで表面を完全に慣らします。スポンジの弾力でしっかり曲面に沿って形状を崩さずに処理できました。隙間も残っていませんね。電動ヤスリならこの長い合わせ目のヤスリがけもう一瞬、合わせ目消しはもう手作業には戻れなくなりますね。このまま塗装中にうっかり折っちゃいそうなパーツ以外は組み立てを完了させます。デカール貼っちゃいましょう。デカールを貼る時の定番ツール、ミスターマークセッター。デカールのりとデカール軟化剤が入った定番アイテムですが、この軟化剤成分がマーカーの塗膜を溶かしちゃいます。なのでマーカー塗装とデカールは相性が悪い。ですが今回は現地明細使用。実機でもまず明快白色の機体にマーキングを入れて、その後マーキングを避けて暗緑色が塗られています。塗装より先に成型色に直接デカールを貼っちゃって、その後に塗装していきましょう。貼りたい場所にマークセッターを塗ってデカールを乗せます。湿らせた綿棒で位置調整しながら少しずつ水分を抜いてしっかり密着。乾燥したらさらに強力なデカール軟化剤マークフィットスーパーハードを塗ってさらに密着。キットのデカールは3種類。伊藤清機と萩里松尾機と空母随閣所属機。今回は架空の明細ということで特定のパイロットのマーキングじゃない随閣所属機でいきましょう。デカールを全部貼り終えたら艶消しトップコートしてしっかりデカールを保護。ヤスリ傷も隠してくれます。さらに艶消しのざらついた表面がマーカーの塗料の食いつきを良くする最高の下地になってくれます。明細以外の塗装を全部終わらせちゃいましょう。AK マーカーとディスプレイマーカーをメインウェポンにしてサクッと塗装。使ったマーカーのラインナップは前回のライディの時と同じです。プロペラだけは塗装の上にデカールを貼らなきゃなので対策します。ミスタースーパークリアスプレー光沢でトップコート。マーカーの塗膜を保護して安全にデカールが貼れました。お待たせしました。今回のメインイベント、マーカー明細塗装。まずシャーペンで下書き。キャノピーと同じく AK マーカーの青緑色で塗装していきます。実はゼロ戦の現地明細は写真がほとんど残っていません。プラモの塗装例でも細かい斑点型、大きめの雲型、上面をほぼ塗りつぶした高密度型と解釈はいろいろ。逆に言えば自由に塗れるチャンス。ガンプラは自由だって言葉がありますが、ゼロ戦だって実は自由です。私は明細塗装の写真が割と残っている陸軍の戦闘機はやぶさのまだら明細を参考にしました。成型色にマーカー塗装でサクッと明細塗装の楽しい部分だけを味わっていきましょう。正直に言うと実際の現地明細ではキャノピーのフレームは明快白色のままだったとされてます。現地で塗る手間を考えたらわざわざ細いフレームまで塗り直さないのが自然ですよね。ただ現地明細は記録が少ないのも事実。こんなゼロ戦もあったかも。現地塗装ということで多少のマーカームラも味になると信じてざっくり塗っていきます。複雑な明細が1時間程度で塗装できました。最後の仕上げ、ウェザリング。ここがかなり重要な工程。マーカー塗装は基本ベタ塗り。エアブラシみたいなグラデーションは出せません。なのでリアルな質感はこのウェザリングで足していきます。まずは機体仮面。墨入れ塗料ダークグレーでピンウォッシュ。さらにダークブラウンでオイル漏れを足します。カウリングはライトグレーで墨入れとウォッシング。ここまでは順調でした。問題は機体上面。ライトグレーでピンウォッシュして、フラットアルミやジャーマングレーでスポンジチッピングしたんですが全然リアルな感じが出ません。ウェザリングカラーも色を変えて何種類か試してみたけどやっぱり改善しませんでした。これは表面の汚し方じゃなくて根本から直した方が良さそうです。一旦ウェザリングを落として原因を見直します。問題は2つありました。1つ目、マーカー明細が雑すぎたかな。多少のムラは味になるかと思いましたが限度がありましたね。ちょんちょんと細かい筆運びで明細をすべて塗り直します。筆ムラを潰しつつ模様を細かくしていかにもマーカーで引いた線という感じを消していきます。2つ目、成型色の明快白色が暗緑色といまいち馴染んでない。
解決策として買ってきました。ミスターウェザリングカラーフィルターリキッドピースグリーン。これでフィルタリングをします。全体に筆で塗りたくって、5分待っておおよそ乾燥したところで金ワイプで拭き取り、成型色にほんのり緑をかけて暗緑色となじませました。フィルタリングは成型色仕上げには有効ですね。緑のフィルタリング塗料なんていつ使うんだよと思ってましたが、救世主になりました。改めてライトグレーでピンウォッシュ。エナメル塗料ジャーマングレーをウェザリング専用スポンジのスポンジポンポンを使ってチッピング。尾翼の左右でビフォーアフターを見比べるとかなりリアルになったと思います。ここまで何度もウェザリングカラーとエナメル溶剤を塗ったり拭いたりしましたが、マーカーの塗膜は全く剥がれませんでした。試行錯誤しやすいのもマーカー塗装の大きなメリットですね。ランディングギアとかピトー管とかアンテナとか組み立てを保留してたパーツを取り付け、このキット最強の極小パーツ、補助翼操作ロッド、パーツをなくさないように接着してからゲートをカット。最後に艶消しトップコートで全体の艶を統一。プロペラを取り付け、キャノピーを取り付けたら、ファインモールド72分の1、零式環状戦闘機32型、現地迷彩仕様、完成です。ということでマーカー迷彩塗装でした。エアブラシや筆塗りに負けないクオリティになったんじゃないでしょうか。高画質の完成写真はメンバーシップで公開しているのでよろしくお願いします。あなたならゼロ戦をどんな迷彩で塗りますか？ぜひコメントで教えてください。今回は本当は明快白色のキャノピーを暗緑色で塗っちゃいました。今度また明快白色のマーカーを探し出して別の日本の戦闘機でリベンジしたいですね。そういえば最近自分のうちの積みプラの価格を計算したら100万円超えてました。積みプラを増やすことより減らすことにお金をかけないとなと思いましたね。今回紹介したネオサンダーはヤスリとしてはお高いですが、積みプラを減らすための投資としてはかなりありだと思いました。個人的には本体とヤスリヘッドのセットはマストで、他のオプションはお好みでって感じ。コンパクトなので無理なく机に常駐できそうです。ネオサンダーの詳細は概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。